スージー&ザ・バンシーズの動画5回目です。前回の動画はギタリストジョン・バレンタイン・カラザーズが在籍した時期を紹介しました。彼は86年のアルバム Tinderbox でサウンドの要となる働きをしましたが、翌年のカバーバージョン集 Through the Looking Glass では精彩を欠き、リリース直前に脱退したというところまで話しました。当時のインタビューなどを読みますと、中心メンバーのスージー・スー、スティーブン・セベリン、バッジーはギター中心のロックバンドの形態からより幅広い表現へと思考が向かっていたようで、ジョン・バレンタイン・カラザーズにもソングライティングなどバンドの根幹に関わって意識を同じように持つことを望みましたが、うまくいかなかったようです。彼が脱退したのと同時期、スルー・ザ・ルッキング・グラスでゲストとして参加していたマーティン・マカリックが加入することになります。マーティン・マカリックはイギリス・ベッドフォードシャー州ルートン出身、1962年生まれ、主にチェロとキーボード類を演奏します。マーク&ザ・マンバスの1983年のアルバムトーメント&トロレスからイギリスのロック・ポップスとの接点を持ち始め、バンシーズとは1984年のザ・ソーンという EP でストリングスのスコアを書くことから関係が始まりました。おそらくはきちんとした音楽教育を受けた人物であると思われますね。スルー・ザ・ルッキング・グラスリリースの時期にはマーティン・マカリックを加えたメンバー構成になっていたバンシーズですが、ライブツアーの予定がすでに組まれていて、そのためギタリストを雇わなければいけないとなり、オーディションを行います。その時スティーブン・セベリンの知人から推薦されたのがジョン・クラインでした。ジョン・クラインはイギリス・ブリストル出身、1960年生まれ、1980年にスペシメンを結成。スペシメンはバッドケイブといういわばゴスというサブカルチャーが出てきた当初の本拠地といえるクラブイベントを主催したバンドです。バッドケイブ初期の常連客にはスージー・スー、スティーブン・セベリン、ロバート・スミス、ニック・ケイブ、バウハウスのメンバーらがいたそうで、ゴスのレジェンドといえるそうそうたるメンツですよね。スージー、スティーブンとジョン・クラインはこの頃から面識はあったようですが、しかしスティーブンは彼のことは知っていたが何をしている人かは知らなかったと言っています。オーディションはテープを聞いての審査だったようで、そのテープに録音されたジョン・クラインのギタープレイは馬の鳴き声のような奇妙なサウンドだったそうですが、しかしそれをスージーたちは気に入ってジョン・クラインはバンシーズに加入することになります。5人組となったバンシーズは1987年7月にシングル Song from the Edge of the World をリリース。高揚感のあるメロディーとサウンドを持つアップテンポの曲です。これは Tinderbox の頃、ジョン・バレンタイン・カラザーズとも録音されていましたが、お蔵入りになっていた曲で新体制で再録音されました。しかしスージーはこの時のプロデューサーマイク・ソーンの仕事が気に入らず、なかなかアルバムには収録されず CD 化されない時期が長くありました。しかし現在ではベスト版やボーナストラックで聴くことができます。ちなみにジョン・バレンタイン・カラザーズのバージョンは2009年 Tinderbox のリーシュー版 CD にボーナストラックとして収録されました。個人的にはこのバージョンが好きだったりします。1988年に入り、1月から6月、半年にわたりアルバムのレコーディングが行われます。ロンドンを離れ、田舎に広い家を借り、メンバー全員で共同生活をしながら制作されたそうです。1988年7月、アルバムからの先行シングルとしてピーカーブーがリリースされます。これがなんとヒップホップ調の曲で、ファンもメディアも驚きを持って迎えます。この曲の制作はスルー・ザ・ルッキング・グラスの時期に遡り、ジョン・ケイルのガンのカバーのドラムとブラスのトラックを逆回転で再生し、それを編集し、新たなメロディーとさまざまな楽器を重ねて作られています。当初はシングルザ・パッセンジャーの B 面として発表する予定でしたが、出来が素晴らしく B 面にするのはもったいないということで、このタイミングでの発表となりました。
1988年9月に9枚目のスタジオアルバムピープショーがリリース。プロデュースはハイエナ・スルー・ザ・ルッキングラスと同じマイク・ヘッジズ。1曲目ピーカーブー、先行シングルとなったこの曲。歌詞は日本でいうところの覗き部屋のような風俗店がモチーフになっていて、スージーはテレビや雑誌などで誰もが無意識に目にしてしまうソフトなポルノに対する嫌悪感からの歌だと言っています。サウンドは先ほども言ったようにヒップホップ的でありながら、ほとんどが生演奏によるものというのが、面白く挑戦的な曲です。2曲目ザ・キリング・ジャー。こちらはアルバムリリース直後にシングルカットされました。レゲエ的なリズムから始まるキャッチーな曲ですが、マーティン・マカリックの弾くチェロが優美な雰囲気を醸し出しています。キリング・ジャーというのは昆虫採集をする人が捕まえた虫を素早く殺すために使う器具のことで、それがこの歌詞の中でメタファーとして使われています。穏やかで美しい感じの曲ですが、歌詞の内容は非常に皮肉に満ちていますね。3曲目スケアクロー。リズムマシーンのシーケンスと虫の鳴く音から始まるこの曲はマイナー調の哀愁を感じさせるメロディーを持っていて、ほの暗いながらも透明感のある独特の美しさを感じさせるサウンドになっています。4曲目カルーセル。アンビエントなイントロからこちらもバンシーズらしいマイナー調のメロディー。リズム体の入らないアブストラクトな雰囲気が曲の大半を占めます。カルーセルというのはメリーゴーランドのことで、回転し続けて酔うようなサウンドです。5曲目バーンアップ。この曲はバンシーズ流カントリーミュージックといった感じで、これまでにないカラッと明るい印象の曲です。チェロとドラムによって蒸気機関車が走り出す様子が描写されているようで、最後の方はもうどんどんスピードアップしていきます。ピーカーブーとはまた違った方向で挑戦的な曲ですね。6曲目オーナメンツ・オブ・ゴールド。リズムマシーンのシーケンスに乗ってくるオリエンタルなメロディー。金色の装飾というタイトルの通り、ギラッと輝くようなサウンドと、日本人の感覚からするとどこか歌謡曲的にも思えるウェットな歌メロが印象に残ります。7曲目Turn to Stone。こちらもウェットな歌メロの曲で、ちょっとラテン系が入っているのかなという感じ。アレンジは比較的シンプルで、正直いまいち力が入っていないような、サビは結構強くて印象的です。8曲目ローヘッド&ブラッディー・ボーンズ。シンセとギターのみによるシンプルな演奏に可愛らしいメロディーが乗る短い曲。タイトルのローヘッド&ブラッディー・ボーンズはイギリスの民間伝承に出てくるお化け、妖怪のようなもの。子供を怖がらせしつけるときに放されてきたそうです。9曲目 The Last Beat of My Heart。 1988年11月にシングルカットされた曲で、ゆったりとしたテンポのバラードです。とても優しく鳴らされるドラムスとアコーディオンの音色、そしてスージーの歌う歌メロはトラディショナルなフォークソングを思わせます。歌詞はストレートなラブソングと言えるもので、ここまで素直な歌はバンシーズでは珍しいですね。しかしだからこそというか、とても優しく情感を込めて歌われるこの曲はとても感動的に思えて、個人的にも大好きな曲です。ラスト10曲目ラプソディ。重々しいストリングスにファルセットを交えて歌われる悲しげなメロディー。途中からリズムが入ってきて、最終的にはとてもエモーショナルな感じで盛り上がります。スティーブン・セベリンが書いたという歌詞には、ソビエトの太陽という一節があり、まだ東西の対立、冷戦の構造があった時代だというのを思い出させます。厳しい寒さとか哀愁に満ちた感じとか、暗く悲しげでドラマチックで壮大なイメージ、個人的にちょっと演歌っぽさも感じないではないですが、これもとても好きな曲です。ピープショーのサウンドはマーティン・マカリックによるキーボード、ストリングス、アコーディオンなどの楽器が効果的に使われ、逆にジョン・クラインのギターは
あまり前面に出ることはなく、アレンジの一要素として収まっている感じがします。結果ロックバンドというよりはアートポップみたいな呼び方がしっくりくる音だと思います。個人的には海の底に潜っていくような暗いけど透明感のある印象を多くの曲で感じました。それまでにあった攻撃的な部分は薄れ、メロディアスな思考やトラディショナルな要素を取り入れたり、といったところが目立つアルバムだと思います。その分ヒップホップ風の1曲目ピーカーブーはインパクトが強烈ですが、ちょっと浮いてる感じもしますね。ピープショーは1988年9月にリリースされて、それまでのイメージを一新するような幅広い表現、サウンドだということで、評論家などから高い評価を得たようです。イギリスでのチャートは最高20位とまずまず。アメリカビルボードでは68位と前作を上回る成績を収めています。ピープショーリリース後はイギリス、ヨーロッパ、アメリカを回るツアーを行っています。その後1989年に入るとバンシーズは一時活動を休止し、スージーとバッジーはザ・クリーチャーズとして活動、セカンドアルバムブーメランをリリースし好評を得ます。スティーブン・セベリンはビジョンズ・オブ・エクスタシーという映画のサントラを制作しますが、映画の内容が冒涜的であるとされ2012年まで公開されなかったそうです。バンシーズが再び動き出すのは1990年12月からで、1991年の4月にかけてレコーディングが行われます。プロデューサーはペットショップボーイズなどの仕事で有名なスティーブン・ヘイグ。1991年5月に先行シングル Kiss Them For Me をリリース。これが今までにないほどのポップ路線で、ビジュアルも含めたその変化に以前からのファンは戸惑いますが、ビルボードで最高23位とアメリカではバンシーズ最大のヒット曲となりました。そして1991年6月にアルバムスーパーステーションがリリースされます。1曲目 Kiss Them For Me。 先行シングルとしてリリースされたゆったりとしたダンスビートのこの曲では、インド系イギリス人のタルビン・シンによるタブラがフィーチャーされています。他にもシタール風の音が入っていたりと、インド風の衣装が多く見られます。たおやかで人懐っこいメロディーはバンシーズの曲の中で最もキャッチーな部類だと思います。歌詞にはピカピカの車や指輪、パーティーにピンクのシャンペンなどが登場し、ミュージックビデオではスージーはスパンコールのキラキラした衣装を着て踊り、ハート型のプールに浸かります。こういった今までのバンシーズではありえなかったようなゴージャスで享楽的なイメージには元となったモチーフがあります。それは1950年代から60年代にハリウッドで活躍したジェーン・マンスフィールドという女優さんです。彼女はセックスシンボルとして人気を得ていましたが、1967年自動車事故で亡くなっています。34歳という若さでした。そのことを頭に入れて聞くと、ハリウッドスターの華やかな世界と突然の不幸がモチーフとなった歌詞。サウンドは1967年当時のサイケデリックカルチャーのイメージが用いられていると分かります。個人的にリアルタイムでこの曲を聴いた感想は、今までのイメージと全く違っていて売れ線狙いに思えて受け入れがたい感じがあったのですが、こうしたモチーフなどを知った上で聞くと、明るい表面の下にある影の部分、複雑な味わいが感じられて、数十年越しに好きな曲になってきました。2曲目 Fear of the Unknown。 バンシーズの曲の中でも特にダンサブルな曲で、アメリカではシングルカットされ、12インチバージョンではさらにハウスミュージック調のリミックスがなされました。3曲目 Cry。 こちらもアップテンポでキャッチーな曲です。4曲目ドリフター。トライバルなリズムと波のうねりのようなストリングスやギターのサウンド、スージーの歌う悲しげなメロディーなどから、アルバムの中では一番かつてのバンシーズを思わせるダークな雰囲気の曲になっています。5曲目リトルシスター。こちらも悲しげなメロディーを持つミドルテンポの曲です。6曲目シャドウタイム。
イギリスでシングルカットされたミドルテンポのポップな曲。ストレートでキラキラとしたキャッチーな曲ですね。7曲目、シリーシング。こちらもノリの良い高揚感のある曲ですが、アレンジの随所に怪しいエスニック感というか、サイケデリックな感じがあって、バンシーズらしいポップソングという感じがします。8曲目、Got to Get Up。生えたリズムのノリの良い曲です。9曲目、シルバーウォーターフォールズ。Kiss Them For Me に続き、この曲でもタルビン・シンのタブラがフィーチャーされています。サイケっぽい開放感のある曲ですね。珍しくドラムのバッジーが歌詞を書いています。10曲目、ソフティー。アンビエントなサウンドに乗ってスージーが優しく歌う非常にドリーミーな曲です。ラスト11曲目、The Ghost in You。ミドルテンポの優しいメロディーを持った曲です。あなたの中に潜む亡霊と歌われる歌詞は一見幻想的な世界のことを歌っているようですが、調べてみるとこの数年前に起こった中国の民主化運動、いわゆる天安門事件からインスピレーションを得て書かれた歌詞だそうです。訳詞を読んだだけでは全くわからないのですが、それを踏まえることで、違った印象を受ける曲です。前作のピープショーから脱ギターロックの傾向がありましたが、今回ではさらにその傾向が進んで、シンセがサウンドの中心になることが多くなり、打ち込みによるシーケンスも多用されているようです。それはプロデューサーのスティーブン・ヘイグによるところが大きいようで、彼の起用でレコーディングに一定の規律がもたらされたとメンバーは語っています。コンピューターが本格的に導入されたそのサウンドはとてもクリアでクオリティの高いものに感じますが、個人的には当時聞いてそれまでにあったドロドロとした魔力というか得体の知れない魅力みたいなものがすごく薄れてしまって、綺麗になりすぎてバンシーズならではの良さが感じられないと思い、全然好きになれなくて、正直自分はここで一旦バンシーズから心が離れてしまいました。スージーもわずか1年後の92年にはスーパーステーションのサウンドは気に入っておらず、コンピューターを使ったレコーディングに否定的な意見を語っています。スーパーステーションは本国イギリスではアルバムチャート25位と若干以前より順位を落としています。前作の後に、マッドチェスターやシューゲーザーの流行もあり、旧世代のバンドという印象が強くなっていたのかもしれません。逆にアメリカビルボードでは65位と、バンシーズのアルバムでは最高を記録し、何より Kiss Them For Me がシングルチャート23位を記録するヒットとなったので、アメリカではバンシーズの代表的な作品の一つとして認識されたようです。そして1991年7月から8月にかけて第1回のロラパルーザに参加することになります。これはジェーンズ・アディクションのペリー・ファレルからスーパーステーションリリース以前にオファーを受けていたものでした。ロラパルーザはアメリカ各地をツアーで回り開催されるロックフェスティバルで、アメリカにおけるオルタナティブロックの盛り上がりを象徴するかのようなフェスで、そこにパンク、ポストパンク時代から独自の活動を続けてきたバンシーズが参加するというのは、とても象徴的で感慨深い出来事だと自分は感じました。1992年に入ると映画バットマンリターンズの主題歌となったフェイストゥフェイスをリリース。ダークで怪しげな世界観を描き、ミュージックビデオの出来の良さも含め、この時期のバンシーズを代表する完成度の高い曲だと個人的には思います。スーパーステーションでちょっと心が離れたんですが、この曲を聴いてやっぱり好きだなとなりました。そして1992年10月には1982年から90年にリリースしたシングルを集めたベスト版 Twice Upon a Time The Singles をリリース。これまでの活動に一段落つけたような印象を受けました。80年代後半から本格的にアメリカに進出し、 US オルタナティブ勢からのリスペクトを受けたり、ゴシック要素の濃い映画監督ティム・バートンによる
バットマンリターンズの主題歌に起用されたり、アメリカのシーンでも存在感を示した90年代初頭でしたが、しかしアンダーグラウンド、神秘的、カルト的な魅力は薄れ、昔からのファンで離れていった人も多かったのではないでしょうか。またこれまで不安定だったギタリストメンバーチェンジについてジョン・クラインはインタビューで、自分とマーティン・マカリックは雇われミュージシャンみたいな立場だったと語っています。スージーたちはそれまでこだわっていたバンドとして一体になることよりも、もっとビジネスライクな関係を築いて安定してバンドを継続させることを選んだのでしょう。この5人はバンシーズ史上最も長く続いたラインナップでした。はい、スージー&ザ・バンシーズの動画、今回で最終回にしようと思ったんですけど、思いのほか長くなったんで、次回もう一本だけ動画を作って終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。